今日は大切な一人娘の結婚式の日だ。娘のめぐみは明るく何事にも一生懸命な子だった。高校を卒業してからはたくさんの楽しいこともあっただろうが、それと同じほどの挫折や苦労を乗り越えたことだろう。そうした経験を乗り越え、こうして新郎の青山千秋くんと笑うめぐみの顔を見れて本当に良かったと思う。式が始まるまでの間、式場にある喫茶店でコーヒーを飲みながら、これまでの思い出に浸っていた。私はお世話になった高校の恩師に憧れ、名の知れた有名大学を卒業した後、大手企業の内定を蹴って高校の教師になることを選択した。自分にはもったいないほどの会社から内定をいただいたことは今でも覚えているほど嬉しかった。ただ、私は恩師と同じように将来を担う若い世代に学ぶ面白さを知ってもらい、これからの人生に希望を持てるよう教鞭を振るいたいと決意し、高校の教師になることを選択したのだ。はじめは慣れないことばかりで苦労もしていたが、自分にできることを精一杯頑張ろうとがむしゃらに働いた。そんな私の思いが通じたのか、次第に生徒からも先生に教えてもらえてよかったといった教師冥利に尽きるような言葉をかけてもらえるようになった。生徒や同僚にも恵まれ、このまま定年まで勤め上げようと思っていた教師という仕事だったが、その矢先、私はとある一件をきっかけに退職をすることになる。同僚に恵まれていた私だったが、ことあるごとに私に嫌味を言ってくる田中先生という方がいた。私自身は陸上部の顧問としても成果を残している田中先生を尊敬していたのだが、田中先生はそうではなかったらしい。同僚から聞いた話によると、教員や生徒から慕われる私を見て嫉妬しており、自分の方が優れた教員であると考え、私を目の敵にしているとのことだった。そうした田中先生の葛藤を理解していなかった私は、同僚はもちろん、間接的に大切な生徒まで巻き込んだ騒ぎを引き起こしてしまったことを深く後悔している。私の勤めていた学校は、昔から名だたるアスリートを次々と輩出している伝統のある部活が多くあった。田中先生が顧問をしている陸上部もその一つであり、多くの将来有望な選手を日々指導をしていた。田中先生は指導熱心な先生ではあったが、大会で結果を残すために厳しい練習を生徒に行っていた。その練習についていける生徒は良かったのだが、ある時、その行き過ぎた指導を行った結果、生徒の一人が選手生命を絶たれるような大きな故障をしてしまった。結局、その生徒は退部。時々、その生徒の相談に乗っていた私は、あの時もっと詳しく話を聞いていれば、こんな結果にならなかったのではないかと深く後悔した。そして責任を感じた私は、その事件の数年後、担任を持っていた学年が卒業したことを機に退職したのだ。様々な苦労があったが、退職して数年経ったある日、嬉しいことに、めぐみから結婚したい人がいると嬉しい連絡が届いた。相手の男性は何でも病院でたまたま知り合った人らしく、お互い人柄に惹かれて結婚するに至ったという。そして今度、改めて挨拶をしに、二人で実家に帰るとのことだった。お父さん、久しぶり。今まで苦労をかけてごめんね。何言ってるんだ。こうして元気な顔を見せてくれただけで嬉しいよ。はじめまして、お父さん。めぐみさんと交際をさせていただいております。青山千秋と申します。はじめまして、千秋くん。会えることを楽しみにしていたよ。めぐみが連れてきた千秋くんは、気さくで人柄のいい好青年だった。少し緊張した面持ちで精一杯自分なりにめぐみと結婚したい気持ちを報告してくれる姿を見ていると、
この子にならめぐみを任せられると感じた。千秋くんのおかげでめぐみのこんな幸せそうな顔を見ることができた。本当にありがとう。娘をよろしくね。はい、お父さん、必ずめぐみさんを幸せにします。一緒に幸せになろうね、千秋くん。心の底から嬉しそうに笑うめぐみと千秋くんを見て、私たち夫婦も心からの笑顔がこぼれた。今までの思い出に目を細めながらホットコーヒーを飲み切った私は、会計を済ませるとゆっくりと結婚式会場へ向かった。可愛い娘が旅立つ寂しさと、それ以上に娘の幸せそうな顔を見れる喜びに目を細めていると、ふと聞き覚えのある声に呼び止められた。あれあれ、酒井先生じゃないですか？振り向くと、高校の時の同僚の田中先生がこちらに向かってきた。退職して以来見るその顔に一瞬思考が停止した。すごい偶然ですね。まさかこんなところで会うなんて。お元気そうで何よりです。退職後は何をされているんですか？一応公務員だったわけですし、民間で次の職業を見つけるのも一苦労だったのでは？就職は苦労しましたが、今は家の近くの塾で講師をやっています。ああ、そうでしたか。それは大変ですね。給料も減って困っているんじゃないですか？確かに給料は減りましたが、生徒と関わることができる今の仕事につけて幸せですよ。田中先生は私の反応を見て気に食わなかったのか、少し言葉にトゲを混ぜながら話をしてきた。昔から少し高圧的な態度を取られていたが、娘の晴れの日にまでこうした態度を取られることに、私は少し気分が沈んだ。そうでしたか。ところで、今日はどなたかの結婚式ですか？はい、実は娘の結婚式でして。そうでしたか。いやー、奇遇ですね。実は私の娘も今日の午後から結婚式なんですよ。それはおめでとうございます。にしても、すごい偶然ですね。ええ、本当に。あ、ちなみに私の娘は大手企業に勤めている優秀な方と結婚するんですよ。いやー、これも娘が優秀だからですかね。酒井先生の娘さんはちゃんとした相手見つけられたんですか？ええ、もちろん。私の娘はしっかりしていますので、そのあたりは娘に自由に任せているんです。はあ、そうですか。まあ、程度は知れていると思いますが、ひとまずご結婚おめでとうございます。わざわざありがとうございます。私のことだけバカにするのは耐えられたが、娘のことまでバカにされては、さすがに私もいい気はしない。せっかくの娘のめでたい日だからと、気持ちを鎮め、早く待合室に行こうと、田中先生に挨拶をした。その時だった。突然、式場の前が騒がしくなり、高級車が次々と止まり出した。そして車の中からきらびやかな衣装を身にまとった有名人やセレブが次々と娘たちの式場に入っていった。一体何の騒ぎだ？一体どうして君の娘の式場に向かっているんだ？実はめぐみの結婚相手の千秋くんのお知り合いなんです。私も初めて聞いたとき驚きましたが。どういうことだ？君の娘は確かごく普通のサラリーマンと結婚したんじゃなかったのか？落ち着いてください、田中さん。だんだんと混乱してきた田中先生が私に詰め寄ってくる。そんな時、私と田中先生に割って入るようにして、めぐみが私たちに声をかけてきた。お父さん、田中先生、一体どうしたんですか？心配するような表情を浮かべためぐみと千秋くんがこちらに向かってくる。青山千秋？ええ、フィギュアスケートで活躍する青山千秋くんです。嬉しいことにこの度、うちの娘と結婚するんです。そんな、
なぜ黙っていたんだ。私に屈辱を味わわせるために、わざと娘の結婚相手のことを言わなかったのか。黙っていたことは本当に申し訳ないです。しかし、千秋君は世界で活躍するアスリート。そうした彼の特殊な事情を配慮し、あまり周囲に言わない方がいいと、めぐみと千秋君が決めたんです。すみません、本当のことが言えなくて。田中先生はうつむき、絞り出すように私に話しかけてきた。握りしめた拳は色が変わるほど強く握りしめられていた。その様子は私が退職する日、そして陸上部に所属していた生徒が退部した時の様子とそっくりだった。なあ、私のことが今でも憎いんだろう。田中先生、急にどうしたんですか。そんなことあるわけないじゃないですか。私が何と言葉をかけていいかわからず、うろたえている時だった。めぐみが田中先生の前にやってきた。田中先生、お久しぶりです。酒井、結婚式にまで俺の顔なんか見たくなかったんじゃないのか。私はお前のアスリートとしての将来を奪った憎い顧問だもんな。私は思わず拳を握りしめた。私が退職するに至った一件の渦中にいた生徒、それは何を隠そう私の娘、酒井めぐみだったのだ。めぐみは中学の頃から陸上全国大会にも出場するほどの実力がある選手だった。そして陸上に力を入れているうちの高校に入学し、そこで田中先生の指導を仰ぐことになった。あの時、夜遅くに疲れて帰宅するめぐみの話をもっと聞いていれば、あの時田中先生に生徒として、そして一人の父親として娘のことを聞いていれば、そんな後悔が押し寄せてくる。私はもう田中先生を恨んでなんかいません。めぐみは田中先生の顔を見て力強くそう言い切った。確かに選手生命を絶たれた時は先生を恨みました。もう二度と陸上をできない辛さをどこにぶつけていいかわからなかったから。だから部活も退部したし、高校も途中で編入したんです。でも時間が経って自分に余裕ができた時、私の選手としての可能性を信じ、誰よりも応援してくださったのは田中先生だったんだと思ったんです。酒井、私がスランプに陥った時も諦めずに指導してくれました。大会で結果が残せない時も夜遅くまで練習メニューをずっと考えてくれていました。もちろん指導は厳しかったし、辛かったのは本当です。最終的に故障もしてしまったんですから。でも先生がここまで私のことを選手として育ててくださったからこそ、今の私がいるんです。田中先生、本当にありがとうございました。先生が私の顧問で本当に良かったです。めぐみはそう言うと、高校生の時から変わらない笑顔で先生に感謝の言葉を述べた。その笑顔を見ていると、本当に田中先生のことを恨んでいないんだと感じた。むしろ田中先生に感謝しているということが強く感じられた。私の方こそ本当にすまなかった。田中先生は目尻に涙を浮かべ、苦しそうな表情をしながら謝罪した。ずっと後悔していた。あの時、酒井の不調に気づいていれば、あそこまで追い込んだ練習をしなければよかったんじゃないかと。酒井には恨まれて当然のことをしたと思っている。選手としての可能性を奪ってしまったと気づいたとき、私は酒井に非難されることが怖くて逃げてしまったんだ。今日だって直接話すことが怖くて、酒井や酒井先生に強く当たってしまった。本当に私は教師失格だ。田中先生、顔を上げてください。せっかくの私の晴れ舞台なんですから、笑ってくださいよ。
めぐみはそう言うと、優しい笑顔を浮かべながらそう言った。田中先生はそんなめぐみの言葉を受け、一度強く目をつむった後、ありがとう。そうめぐみに微笑んだ。めぐみたちが式場に戻った後、式場の前には私と田中先生が残された。さて、何をどう話そうかと考えていたとき、田中先生がおずおずと口を開いた。私、酒井先生にも謝りたいんです。え、私にもですか？ええ、実は。そう言うと、田中先生はゆっくりと私に対する葛藤を話し始めた。田中先生は最初は教師として私を尊敬しており、嬉しいことにいつか私のような教師になりたいと考えていたそうだ。しかし、いつまでも私に追いつけないことに焦りと嫉妬を感じ、いつの間にか部活の顧問として結果を出すことで自分の方が優れた教師だと思い込もうとしていたという。田中先生、私たちお互いにもっと話をするべきだったのかもしれませんね。田中先生は私を追い越す目標として考えてくださっていたように、私も田中先生のことを尊敬していたんです。酒井先生、行き過ぎた厳しい指導を行っていたことは事実ですが、いつだって生徒が結果を残せるように最善の努力をし、その結果、将来選手として活躍できる生徒が誕生したことも事実であり、感謝している生徒も多くいます。めぐみもそのうちの一人です。田中先生は私の言葉を真剣な表情で聞き、そして決意したように口を開いた。酒井先生、今まで本当に申し訳ありませんでした。こんなことを言える立場ではないことは重々承知の上だけれど、私のことを許してもらえるだろうか。田中先生のまっすぐに私の顔を見て伝える言葉からは、誠実さがひしひしと感じられた。そんな先生の様子を見て、私の答えは当然決まっていた。ええ、もちろんですよ。私は田中先生のことを尊敬していたのですから。私の返事を聞いた田中先生は、つきものが落ちたような晴れやかな笑顔を浮かべており、その様子は、めぐみたち生徒の可能性を信じ、指導してきた教師時代を彷彿とさせるものであった。お互いのわだかまりがなくなった私たちは、穏やかに笑いながら結婚式場に歩みを進めた。